こんにちは。アニメ紳士です。今回は魔法少女に憧れて第10話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。動画の前半では放送中や放送直後の反応、後半では放送後の感想や考察をお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。これ放送していいんか？スタイルはやりますね。ウテナちゃん、あんた主人公やぞ。何このヒーリングミュージックは。完全に18禁アニメやんか。本当にレズ世だ。18禁アニメよりエロいぞ。これ円盤で音声追加ですわ。エロい声は円盤で。はい、ダメ。音は規制。事後。完璧な事後だよ。もういい最終回だった。すっかり満足してて笑った。テカテカやないか。本年ナンバーワン確定や。こういうのが見たかったんだよ。全く挑戦的なアニメだな。いいことした後は気持ちがいいね。魔法少女まだ修行中かよ。レオちゃんマジかよ。サルファちゃんと同じく真の実力隠してたのか。エンディング増えた。パート追加演出もりもりでロコルベレズセとは恐れ入ったわ。エンディング5人バージョン来たこれ。このアニメ最高だな。レズセしないと出られない部屋かよ。ド直球のロコ×ルベに視聴者もベーゼちゃんもにっこりツヤツヤ。しっかりやりやがった。ロコちゃんが左側なのね。ツヤツヤで満足げなベーゼちゃん笑ったわ。音声聞いてたところあったし、円盤はこれ使うんと排気声は間違いなく追加されるだろうな。しかしこれ地上波は白い光まみれだろうな。魔法少女がもうおまけ。ドリムジカちゃんも良いものだ。思え。ベロ中とカイト引きとカキスだけでエロかった。ウテナちゃん、あなた本当に中学生か。魔法少女じゃなくベーゼたちが地球の平和守ってる状況どうなんだよ。まあベーゼたちは世界侵略したいわけでも一般人傷つけたいわけじゃそもそもないからな。レオパルトちゃん覚醒来たな。次はベーゼちゃん覚醒。ヒカサはカラセを見られそうか。覚醒じゃなくて隠蔽していたことを開示しただけだよな。エンディングも5人バージョンに変わってたな。ロコ×ルベの舞台整えるの大変だったんじゃないかって。ベーゼちゃんが一晩でやってくれました。17歳のエロシーンもはよ。おいおい。津田ちゃんがエッチなアニメにもはや娯楽部声優で清純なのはミカシーだけや。息があればラブホ会あるぞ。津田ちゃんの愛義は円盤でだなんて鬼畜の所業。いいもの見せてもらった。ちょっと熱い展開じゃん。乳首隠すな。これが脱げば脱ぐほど強くなる理論か。魔法少女なんも働いてなくて草。魔法少女サイドが蚊帳の外すぎる。エロアニメのくせに終盤盛り上げてきたな。エロありストーリー良好で文句なしだな。やっぱ最終回は1話使って分からせてくれるのかな。これもう魔法少女いらないのでは。エロも自給自足できてるし。いくら鍛えても弱いアズールも良かった。これ他局大丈夫かよ。真っ白になるんじゃ。嬉しい白です。来週にはもう2人増えるのかな。今期派遣はホモとレズというねも最高かな。パート見て映画キューブを思うか、なんか違う作品思いつくか。だけど作画ミルニ校舎だったような。地上波は接吻からして白いようです。これダメならもう全部ダメじゃん。エイナにも見えなさそうで草。なんぞこれは。地上波今週で最終回迎えるんじゃね。魔法は公演バンバンも ATX でそのうち放送してくれるだろうか。完全無修正版セレクション上映会全席完売したな。今回のが呼び水になったか。円盤もまた伸びそうだ。しかし相坂と津田はこれを無修正で観客と見た後登壇するのか。前世でどんな悪いことしたらこんな公開処刑されるんだ。18禁版無修正上映会に女性声優呼んで一緒に鑑賞させるの天才かと思いましたね。エンディングが5人バージョンにオープニングにも次週空白部分に追加されるかも。作画云々はもう別にいいけど、それよりロコルベの変身バンクなぜ入れない。いつも最初の変身はバンクあっただろ。レズセグスに力入れてもそういうところをカットはやめてくれよ。円盤の得点でもいいから
ロコルベの変身バンク見せてくれよ。最初の変身も何もまだ一度も変身の瞬間見せてないんだが。武器が置いてあるカットもマイクが追加されてた。それとも元からだっけ？星さらけ出したところからの子がちゃんの演技しびれたな。実は1期のラスボスはアズールか。いきなりベロチュートは恐れ入った。なに放送禁止なら2期は毎回映画館でやればいい。今回もかなり攻めてたな。規制との戦いだよ。これはアニメの功罪かもな。エロとしては成功だが、原作はバトル要素強めって知らずに見てる人多そう。2期が思いっきりバトルに振り切った演出になったらそれはそれで面白い。この原作者の方はかなり考えて作られてるね。逆にこのアニメスタッフ続投してくれたら2期は2期でうまいことバランスよくやってくれそうな気がする。すげえ、ガチレズ放送した一部の連中から怒られるの上等か。前半のインパクトがヤバすぎて後半全然頭に入ってこなかった。愛と雪根性みたいな王道展開だと思うんだけど、前半のパワーがすごすぎてなんかわっこっこい。真帆は終盤魔法少女の出番全然ないけど、最終回は原点回帰して始まりから終わりまで魔法少女を恥ずかしめるためのためだと思ってるよ。まあなんていうかいいもの見たなって。魔法少女狩りの一件でドールハウスに閉じ込められた2人。これまででも一番エッチだったんじゃないかというぐらいとても良い展開だったな。そしてロードたちの進行。レオパルトのまさかの本気の姿かっこいい。どこかで聞いたこともあるフレーズ。レーゼが満足するまで出られない部屋には笑ったけど、マタマとネモの関係性が尊くてよかったです。特に眠るマタマにネモが思わず触れてしまうシーンは美しさすら感じました。あと、エンディングが5人バージョンなのも良かった。一体何を見せられているんだ。ロコムジカとルベルブルーメの濃厚な関係を見て満足です。2人は幼なじみでずっとお互いを見てきた。結ばれる土台はあった。そしてロードによる教習。来週が最終回のような畳みかけはレーゼに勝算はあるのか楽しみなところです。ロコ×ルベが本当に想像通りすぎる意味で大好き。しないと出られない系の部屋を一から手作りするやつ初めて見たぞ。ウテナの器用さも好き。ラストは数分前からは絶対想像できないぐらいのガチバトル展開に。ぜひトレスマジアも合流してほしい。お、ウテナちゃん、今日なんか機嫌いい。いいもの見せてもらったから、ロコとルベルにしっかりみそぎをさせて、視聴者とウテナ、マジアベーゼさんもしっかり満足できるいいな部屋でしたね。今のアニメ、よかったな。ロコムジカとルベルブルーメは、癖の少ないキャラ造形で素直に可愛い子たちだし、そこに幼なじみ設定&あなたに救われた描写をドンからのこれ。お得感はかなりあったぜ。やっぱりケンカップルといえば幼なじみだよな。わかる。いい感じの BGM は笑ったが。ロコルベの絡みが見れたのはありがてえ。さすがベーゼちゃん。5人の共闘にレオパルトちゃんの星さんの力。魔法庫最終決戦も熱くなるぜ。そして、5人バージョンのトゲトゲサディスティック。ロコルベの絵も追加されてさらにエモい。今回はまたまとネモの仲直り。みそぎと言いつつ、単に自分が見たいものを見るためだけに、2人を部屋に閉じ込めるウテナの欲望に戦慄。そもそも彼女らがあまたの魔法少女をほふってきたこととこの一件は何の関係もないし、みそぎでも何でもない。見せてもらおうか、キウイの本気を。ウテナがしっかりと変態で草。ロコ×ルベは中で済むと思ってたよ。しかも表記通りロコが攻めなんだ。規制されまくってた音声も気になる。キウイちゃんプラも難しいよね。いつものダサい私服も見れて満足。ロコとルベルが仲良くするアンドロードが作った魔物襲来の巻。密室に閉じ込めての強制レズセで笑ってしまった。過去一ひどい恥ずかしめなのに、実質的に誰も損してないってのが平和的で良いよね。キウイが実は星3つだったという展開も地味に熱い。ここに魔法少女がどう絡むのか期待。テレビでやれるのか、どころの話ではなく、それはもうがっつりと誠実に、またまとネモのフスをやりきってて拍手しちゃった。非成功を補わんばかりに盛り上げてくれる BGM、ネモの性欲の自覚や
またまありきのロード団参加といった思いが垣間見える兄より細くも見事。よく見たらベーゼの顔に星2つあったわ。改めてウテナ。ベーゼのデザインええね。どことブルーメの濡れ場は憧れバージョン待ちで。笑い。悪の組織が暴れて悪の組織が出動。戦闘はもう少しテンポ感が欲しい気も。魔法少女はうちはコントに徹するのかな。ロコとルベルの寝返りに対するみそぎ、見てるこっちも満足。ウテナの時に歪んだ笑みを浮かべてて、ベーゼとの境界線がなくなってきたかも。レオパルトの衣装、なんか気膨れ感あったけど、第2形態でなんか納得。エンディング絵が変化、こういうの好き。またまたメモの仲直りかい。その片方が裸同士のユニエッジといいね。ATX であれだけ過激なのだから、音付きの連弾はもっとすごいだろう。そりゃ売れるって笑い。で本編、レオパルドのビーストモード発動とは恐れ入った。最終形戦への畳みかけよき1話だ。魔法少女に憧れて、エロ話と共存して深い哀愁が心に染みます。優しさ、絆、友情、お互い思い合う心と心を引き出して、自分の獲物にしてしまうマジアベーゼ恐るべし。みんな愛で溢れますように、祈り。魔法少女たちの不在の街で、ロードと戦うベーゼたち。状況だけを見れば、魔法少女の代わりにロードたちと戦っており、彼女たちは魔法少女の位置づけとなる。魔法少女に憧れたウテナは、ベーゼとして魔法少女になった。タイトル回収が素晴らしい。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。